こんにちは、ジパング55のタカです。今私は羽田空港から北海道に向かっています。今日は天気が良く、東京の街並みが綺麗ですね。今回は北海道トマム市にある人気施設、星野リゾナーレトマムをご紹介します。大自然に囲まれた、一度は訪れたい施設をたっぷりご紹介します。このチャンネルはホテル紹介を中心に、日本の魅力をご紹介しています。お得な旅行情報を知りたい方はチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは早速向かいたいと思います。新千歳空港からトマムまでは車か電車で向かいます。車だと新千歳空港から1時間30分です。電車の場合は最寄りのトマム駅まで1時間30分です。そこからは無料のシャトルバスが出ているようです。バスの本数は多くないので、時間を事前に確認しておいた方がいいですね。今回はレンタカーを借りて、早速向かいたいと思います。リゾナーレトマムに到着しました。高速道路も混雑することなく到着できました。リゾナーレトマムには2つのツインタワーがあります。リゾナーレトマムとトマムザタワーです。今回は全室スイートのリゾナーレトマムに宿泊します。2つの棟は1階でつながっています。駐車場からはお土産店を抜けてメインロビーに入ります。メインロビーに着くと座席に案内されました。ここで施設と朝食の案内を受けます。ロビーの横にも綺麗な広場がありました。今日はあいにくの雨です。明日は天候が回復するらしいので、気長に待ちたいと思います。キリンの湯、南ビーチ、雲海ゴンドラの無料券をもらいました。雲海ゴンドラは、リゾナーレトマムの売りの一つです。山頂にあるテラスカフェから雲海を眺めることができます。絶景らしいので、楽しみですね。それでは施設を紹介しながらお昼を食べに行きたいと思います。こちらは宿泊者なら誰でも利用できるラウンジです。中には無料で飲める飲み物がありました。トウモロコシを使ったお茶がとても美味しかったです。他にも紅茶やコーヒーがありました。ラウンジには本もあり、自由に読むことができます。自然を見ながらゆっくりできるのは嬉しいですね。座席数も多いので、ゆっくり話ができると思います。子供が遊べるエリアもありました。子供も安心して遊べそうですね。それでは飲食店が集まったホタルストリートに向かいたいと思います。リゾナーレトマムは一番右側のツインタワーで全室スイートルームです。トマムザタワーは中央にあるツインタワーです。少しリーズナブルに宿泊できます。ホタルストリートは2つのツインタワーの間にあります。各施設は無料バスで移動ができます。ビュッフェレストランの春までは連絡通路でつながっています。天気が悪くても濡れずに移動できるので便利ですね。ホタルストリートは有名店やデザートのお店が多くあります。いろいろ食べれそうなので楽しみですね。通りの途中には朝食会場の一つ、森のレストラン、ミニヌプリがありました。事前予約が必要なレストラン以外は直接行けば利用できます。会場によって若干メニューが異なるようですね。今回は夕飯を春、朝食をニニヌプリで取る予定です。夕食の春は事前予約が必要なので注意が必要です。連絡通路の脇は座れるようになっていました。ニニヌプリが混雑している時は並ぶので席になってるのかもしれません。ニニヌプリの朝食会場からもバスが出ています。運行路線図もありました。
待合所もあるので、ゆっくり待てますね。近くにはミーティングルームもありました。ガラス張りの通路もあり、綺麗ですね。周りの自然を堪能できます。小樽ストリートでは、レストランやショップごとに建物が分かれています。飲食店の種類も豊富そうなので、ここで昼食や夕食を食べるのもいいですね。自然の中にあり、コテージのようになっています。今回はスープカレーのガラクで食べたいと思います。札幌や東京にも店舗がある有名店です。店内は大きくないですが、今回はすぐに入れました。以前札幌グルメでもご紹介しましたが、北海道はスープカレーが有名です。メニューは野菜豊富なものやお肉が多いものまでいろいろありました。ご飯の量や辛さも調整できるようです。サイドメニューやドリンクも充実していました。今回は野菜のスープカレーを注文しました。ご飯の量は少なめです。値段は1850円でした。野菜が大きく、とても食べ応えがありました。味も野菜の風味がよく出ていました。人気店なだけあり、とても美味しかったです。東京にも店舗があるので、気になる方は訪れてみてください。それでは他の店舗も紹介しながら牧場に向かいたいと思います。北海道の食材を使ったピザ屋もありますね。和菓子のお店もありました。お茶の種類も多そうですね。他にもステーキやラーメンのお店がありました。ワインハウスもあり、立ち飲みバーのようになっていました。小樽ストリート以外にも飲食店があり、ジンギスカン店などもありました。ホテルの周りは自然豊かで散歩するだけでも気持ちがいいですね。冬はスキーもできるそうです。牧場に行こうと思っていたのですが、雨が降ってきたので明日訪れたいと思います。これから南ビーチと木林の湯に行きたいと思います。南ビーチに来ました。ここは連絡通路でもつながっていないので、車か無料バスを利用する必要があります。中は一年中暖かくなっており、プールと大浴場が併設されています。実はここに来るまでに落雷があり、宿泊施設のタワーが停電してしまいました。エレベーターも止まっているので部屋の中にも入れない状況です。とりあえず雨で体も濡れてしまったので、一旦こちらの施設で復旧を待ちたいと思います。施設内にはジェラートや軽食もあります。有料ですが水着の貸し出しも行っています。プールはかなり広々していますね。プールサイドにはベンチが用意され、ゆっくりできるようになっていました。プールサイドにもレストランがありました。プールで遊んだ後に食事を楽しむのもいいかもしれませんね。座席も広々しているのでゆっくりできそうです。有料ですが、浮き輪類も貸し出しを行っていました。ライフジャケットは自由に使えるようですね。プールサイドにキリンの湯の入り口がありました。ここから水着のまま大浴場に向かうことができます。宿泊者は無料で利用できます。プールサイドにはジャグジーがいくつかあり、暖かそうですね。水深も浅いので、子供も安心して入れます。暖かいので気持ちがいいですね。この南ビーチは宿泊者であれば、無料で利用することができます。家族連れやカップルでもゆっくりできるので、ぜひ利用してみてください。キリンの湯の中は撮影できなかったですが、広々していて綺麗でした。露天風呂もあり、綺麗な景色を眺めながら入ることができます。天気が良い日は星を見ることもできるそうです。
それにしても急に停電したので大変でした。電気設備が全て落ちたので、自動ドアも動かず、電気もつかない状況でした。幸い夕飯会場の春と南ビーチは停電していませんでした。これから夕飯を食べながら復旧を待ちたいと思います。こちらが夕飯会場の春です。こちらも無料巡回バスがあるので、移動も便利だと思います。春の他にも教会が併設されているようです。夕飯はビュッフェ形式です。値段は大人5500円でした。最初に係の人が料理を簡単に説明してくれます。まずはじめに当店の名物料理をご紹介いたします。こちらサーモンの肉の親子丼フライスです。中央のお料理台ではカニの出汁が効いたカニ鍋をご用意しています。熱々のあんかけだしで揚げるしょうが焼き、また牛肉の鉄板焼きをご用意しております。まず一番初めにお取りいただいてすぐにお召し上がりいただくことをお勧めしております。ぜひ熱々の牛丼にご注文ください。外の景色が見える席に案内してもらいました。それでは料理を取りに行きたいと思います。牛肉の鉄板焼きやカニグラタンなどが提供されています。その場で焼いてくれるので、温かいまま食べれるのが嬉しいですね。器がカニの甲羅なのも面白いですね。サーモンを使った海鮮茶漬けもありました。いろいろトッピングできて美味しそうですね。サーモン以外にも新鮮なエビやイカがあり、美味しそうです。サラダもポテトサラダや冷製サラダがありました。冷製スープやたらこパスタもあります。前菜系やサラダは種類が多いですね。ザンギ唐揚げや春巻き、天ぷらもあり、揚げ物は充実していました。温かい料理は中華料理が中心でした。チャーハン、エビチリ、麻婆豆腐、シューマイ、ポテト、ポークジンジャーがありました。飲み物はジュースやコーヒーなどがありました。種類は多くなかったですね。サーモンの手巻き寿司はその場で巻いてくれます。美味しそうですね。デザートもケーキが4種類ほどありました。ソフトクリームはトマムの牧場で採れた牛乳を使っているそうです。ステーキやカニのグラタンがとても美味しそうです。味はどれも美味しかったです。春は海鮮をメインに提供しているそうです。アルコールはワインやビールがあり、別料金がかかるようです。ノンアルコールの飲み物はそんなに種類が多くなかったですね。夕食ビュッフェはレストランミニヌプリでも提供しています。そちらは春よりも値段が安く、お肉をメインで提供しているみたいです。春は海鮮メインで提供している割には種類が少なかったように感じます。リゾナーレ小浜島のビュッフェの方が種類は多かった気がしますね。そちらも別動画で上げているので、よかったら確認してみてください。食事をしていたら停電も復旧したようなので部屋に入れそうです。無事に泊まれるのでよかったです。それでは残りを食べて宿泊施設のタワーに戻りたいと思います。タワーの中を少し見てから部屋に向かいたいと思います。暖炉もあり、見ているだけで落ち着きますね。タワーにはコインランドリーもあり、長期滞在もできそうですね。ショップもありました。ぬいぐるみ、T シャツ、お土産などが売っていました。おつまみ類も売っていました。地元のお酒なども売っていますね。近くにコンビニなどはないので、何か欲しいものがあればここで購入する必要があります。
それではお酒を買って部屋に向かいたいと思います。今回の部屋は18階でした。ワンフロアに4部屋しかなく、1部屋100平方メートルあります。こちらがお部屋です。かなり広々していますね。スリッパも用意されていました。テレビは部屋の広さに対して少し小さめですね。ゆっくりできそうな広めのソファーがあります。部屋にはコーヒーや紅茶がありました。冷蔵庫はかなり大きめですね。先ほど買ってきた飲み物以外は特に入っていないです。冷凍庫もあるのでアイスなども冷やせますね。メインのソファーでもゆっくり談笑できそうです。外がきれいに見えるジャグジーもついています。ジャグジーはかなり広々しています。2人から3人は入れそうです。今は何も見えないので、外の景色は明日の朝ご紹介します。バスタオルや小さいタオルも備え付けがありますね。バスローブもありました。洗面台も2つあります。複数あると朝の準備が楽でいいですね。スキンケア用品も置いてありました。ドライヤーもしっかりしたものが置いてあるので嬉しいですね。シャワー室も別でありました。シャンプー、リンス、ボディーソープがあります。そしてすごいのは、なんとサウナもついています。2人は入れる広さがあります。頑張れば3人も行けそうです。部屋に個室サウナがついているのは嬉しいですね。奥にはベッドルームとトイレがあります。トイレも広々していますね。洗面台もついています。ベッドルームにはベッドが3台あります。ベッド脇のスイッチで部屋の電気操作が可能です。明るさも調整できるのでいいですね。フロントにつながる電話もありました。ベッドルームにも化粧台があり、便利ですね。クローゼットもあり、広々しています。消臭スプレーもあるので、嬉しいですね。加湿器も2台ありました。空気清浄機もあります。お水は1階まで自分で汲みに行かないといけないようです。少し面倒ですね。水道の水も飲めるようにはなってるみたいです。今回はこちらのお部屋に1泊します。宿泊費は朝食付きで1名22,000円です。少しお高めですが、この部屋の広さだったら納得ですね。屋上エリアは季節によって様々な催し物があるみたいです。季節ごとに訪れてみるのもいいかもしれませんね。周辺施設を回ったり、アクティビティに参加するだけで1日が終わってしまいそうですね。このホテルの売りの一つに雲海テラスがあります。山の上へゴンドラで上がり、雲海を眺めることができます。雲海がうまく発生するかは天候に大きく左右されます。発生したらいいなくらいに思っていた方がいいかもしれません。宿泊者は午前4時30分出発のバスに乗れば優先的にゴンドラへ乗車することができます。今回は落雷の影響でゴンドラが止まってしまったので乗ることができません。残念ですね。トマムの施設はかなり充実しているのでとても楽しめると思います。ジャグジーにお湯をためたらライトアップもできました。綺麗ですね。それではゆっくりしてから今日はもう休みたいと思います。おはようございます。今日は天気がかなりいいですね。
外の景色が綺麗に見えます。ジャグジーからこの景色が見れるのはすごいですね。それでは朝食を食べに行きたいと思います。朝食会場は選べますが、今回はニニヌプリで食べたいと思います。ニニヌプリはホタルストリートに向かう途中にありましたね。朝食もビュッフェ形式です。サラダの種類も多く、ドレッシングも数種類ありますね。朝は和食も充実していました。豆腐、とろろなどもありましたね。お蕎麦もありました。朝食の目玉の一つがサーモンとイクラ丼です。こちらがかけ放題で好きなだけ食べれます。お味噌汁でとろろ昆布などもありました。ふりかけは6種類ほどありました。焼き魚や煮物もあります。洋食も充実していました。ハム、ソーセージ、スクランブルエッグ、ポタージュスープがありました。温野菜もありますね。魚のフライやナゲットなどもあります。パンの種類は少なく2種類しかなかったです。ニニヌプリの名物はフレンチトーストです。その場で温めてくれるので嬉しいですね。デザートのケーキ、フルーツ、コーンフレークなどもありました。ソフトクリームは必ずありますね。飲み物は夕飯の時よりいろいろありました。牛乳も置いてあります。コーヒー類もありますね。午前7時頃訪れたのですが、かなり混雑していました。席に着くのに10分ほど待ちましたね。早めに利用するのがいいかもしれません。こちらがフレンチトーストです。備え付けのクリームがとても美味しかったですね。飲み物は牛乳を選んだのですが、そちらの味は普通でした。昨日夕飯を食べた春も朝食会場として利用できます。メニューも若干違っているみたいですね。こちらがサーモンとイクラ丼です。ただ札幌ロイトンホテルでいくらかけ放題を見たので、これだけだと物足りなさを感じてしまいました。味はとても美味しかったです。席は窓際で外が綺麗に見えました。今回は朝食付きのプランですが、現地で申し込むこともできます。その場合は大人1名に1600円です。料理の品数は体感的にリゾナーレ八ヶ岳やリゾナーレ小浜島の方があったように感じます。味はどのリゾナーレも美味しいのでおすすめですね。それでは残りを食べて部屋に戻りたいと思います。綺麗な景色を見ながらジャグジーに入れるのは最高ですね。景色はこんな感じです。お風呂とサウナはかなり気持ちがいいので何度でも入れますね。サウナは温まるのに時間がかかるので、入る1時間ほど前にスイッチを入れておいた方がいいです。少しゆっくりして牧場に向かいたいと思います。こちらが牧場です。ホテルからは歩いて15分ほどです。無料バスで春まで移動して歩くと一番歩く距離は短いかもしれないです。牧場内にはいくつもアクティビティが用意されています。かなり広いので全て歩くと少し大変ですね。有料ですが遊び道具やカートをレンタルすることができます。カフェもあるのでゆっくりできそうですね。それでは牧場内を少し散策してみたいと思います。牧場内では牛、羊、ヤギ、馬などを近くで見ることができます。ここはハンモックで寝ながら羊を見ることができます。
風で揺られながら羊を見れるので気持ちがいいですね。ハンモックは木の下にあるので日差しも気にならないです。ただハンモックの数が多くありません。混んでいるタイミングだと待ってる方が多くゆっくりできないかもです。早めに来て利用するのがいいかもしれません。こちらではヤギを見ながら手紙を書けます。手紙は500円で購入し、ポストに投函できるようです。机にはペンがあるのですぐに書けました。ヤギはかなり近くで見ることができます。牛も近くにいました。模様も様々ですね。牛も近くで見ると迫力があります。牛の頭数もかなり多かったですね。有料ですが乗馬体験もできます。馬に乗りながら牧場を回るのは楽しそうですね。青空が見えて、さらに景色が綺麗に見えます。道を歩いていくと、藁でできたソファーのエリアがありました。藁なので少し硬かったですね。ここで景色を見ながらゆっくりするのもいいですね。牧場内には他にも釣り、気球体験、カヌー体験があるので、ぜひ参加してみてください。それでは今回のリゾナ・アルトマム、いかがだったでしょうか。北海道の雄大な自然を楽しみながら、広い部屋でゆっくりできましたね。注意点として、アクティビティは天候にかなり左右されます。連泊で楽しむのがいいかもしれませんね。動画作りの励みになるので、チャンネル登録、高評価いただけたら嬉しいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それではまた次回動画でお会いしましょう。さようなら。